地球連邦軍がジオン公国軍に遅れをとっていた宇宙戦略を逆転させるため、モビルスーツの開発とモビルスーツ運用を前提とした新型宇宙空母の開発、配備計画であり複数の作戦を統合した V 作戦によって開発されたモビルスーツ3タイプのうちの1機、V 作戦以前に進められていた RX 計画にのっとり RX78 2という型式番号とともにガンダムと名付けられた。なおガンダムの名を持つ機体が増えた現在、ファースト、RX78、おじきなど様々な略称が存在する。また本編中では連邦の白いやつ、連邦の白い悪魔と呼ばれる。登場者としてはアムロレイ、セーラマス、リュウホセイなどが挙げられる。主に近接核兵戦や高機動射撃戦などの中近距離での戦闘向けに開発され、武装の乾燥などにより遠距離戦も可能となる。V 作戦の中心人物で無霊技術隊員が当時の最新技術をふんだんに使用しており、特にビーム兵器はザク等のモビルスーツを一撃で破壊する。装甲に採用されたルナチタニウム合金は耐熱、耐食、放射能絶縁性に優れかつ強固、軽量という革新的な装甲だった。また、この時代のモビルスーツは装甲で機体を支える昆虫の半外骨格のようなモノコック構造を採用している。さらに関節はミノフスキー粒子とアイフィールド技術を応用して開発され、小型でハイパワーな最新フィールドモーターを採用することで、地温性のモビルスーツよりもさらに細身で人型に基づいた可動性を実現した。パイロットの生還率の向上と貴重な実戦データ回収のため、腹部に脱出用小型戦闘機、コアファイターを内蔵するコアブロックシステムを採用。非常に複雑で構造的な脆弱性をもってしても前述の事項は重要であった。しかしコアブロックを除いた機体自体は頑強で、各部にメンテナンスハッチを設けられていながら破損の原因となることはなかった。部品規格も同期の RX 計画をはじめ、後続の連邦モビルスーツと互換性を有し整備性や拡張性も高い。重要部分となる教育型コンピューターも最新式が採用されており、戦闘のたびにコンピューター自身が学習し成長していく。その結果ガンダムが得た戦闘データをもとに機体構造が簡略化された廉価モビルスーツ、ジムの量産が可能となった。また、本機のパーツ基準に満たなかったものを組み上げる形で試作量産型といえる陸戦型ガンダムも少数ながら生産された。陸海宇宙すべての環境でに適応できる汎用性、遠近ビーム実弾と隙のない武装、短期での大気圏突入能力などを持ちながら後発のモビルスーツに匹敵しうるスペックを持っているのは驚異的だ。60mm カートレス3方針端バルカンまたは 60mm バルカン。トトカニンガム社製のカートレス機関砲、こめかみに内蔵されガンキャノンに搭載される予定であったリニア速射砲の使用変更版。リニア加速ライン不足や機能面での重複が考慮され中短距離に仕様変更し、威力の向上を図ったが代償として収納弾数が 30% 減少した。開発当初の仮想敵であるザク2の装甲にダメージを与えられるほどの威力を持つが、重装甲を持つドムの登場以降は牽制に使用される。ビームライフル。グラッシュ社が開発した携行式メガ粒子砲、出力 1.9MW、有効射程距離約 20km。当時のあらゆるモビルスーツを一撃で大破させるほどの威力を誇り、シャアに戦艦のビーム砲に匹敵すると言わしめた。当時の艦砲はメガ粒子砲が主流であり、それを18メートルほどの物体が携行できるサイズまで小型化した連邦の技術には目を見張るものがある。エネルギーを内蔵されたエネルギーキャップにチャージする方式のため、打ち切った後は母艦で再チャージをするか、チャージ済みのスペアを受け取る必要がある。最大出力約15発ほどでエネルギーを使い果たす。ビームサーベル。ランドセル左右に装備されている白兵専用装備、エネルギーキャップによって縮体したミノフスキー粒子をアイフィールドで収束することで、あらゆる物質を瞬時に溶断するほどの熱量を持つ片手剣を形成する。ビームジャベリン。先ほどのビームサーベルのリミッターを外すことで試験的に先端にビームを収束させるポールウェポンへの変形機構。長い柄の先に三つ股状のビーム刃を形成し、戦闘での取り回しは難しいが高い貫通力を誇り、ジャベリンの名の通り投擲することが可能で戦艦に対して強力な武器となっている。ハイパーバズーカ。グラッシュ社が開発した口径 380mm の無反動型ロケットランチャー。総弾数は5発。対艦用として用意された装備ではあるが、
ビームライフルの代替品としても使用された。ガンダムシールド。機体装甲と同じルナチタニウム合金を表層とした複合層構成の大型シールド。堅牢さより衝撃の吸収、拡散に重きを置いた構造で、大気圏突入時の摩擦熱にも耐えることができる。また、本来の用途とは程遠いが投擲武器としてザクを切り裂ける程度の高い高度を有している。ガンダムハンマー。鎖付きのモーニングスター。モビルスーツを一撃で破壊できる威力を持つ。ハイパーハンマー。ガンダムハンマーにロケットモーターを内蔵した上で表面のトゲを鋭くしたもの。破壊力はガンダムハンマーよりも高くなっているがゴッグに受け止められた。スーパーナパーム。ナパーム弾が装填された円筒型の4連装グレネードランチャー。モビルスーツの機密保持のため使用された。モビルスーツを焼却破壊できるほどの火力を持つ。サイド7にて民間人のアムロ・レイが偶然乗り込み、侵入したザク2 2機を撃破した。その後ガンキャノン、ガンタンクと共にホワイトベース隊のモビルスーツとして所属。アムロの成長もあり鬼人のごとき活躍を見せる。しかしアムロの操縦技術向上やニュータイプとしての覚醒により、徐々に機体がアムロの反応速度についていけなくなった。タイブラウブ路線を契機としてマグネットコーティングが施され、機体追従性や運動性を中心に大幅なアップグレードを遂げた。計算上アムロの動きを 100% 追いかけることが可能となっている。ジオン最終防衛拠点の、バオア空港防戦ではバズーカに超装備し参戦。ジオン部と死闘を繰り広げた末、東部左腕部を破壊されつつも相打ちとなり大破。機体はそのまま廃棄されたがアムロはコアファイターによって脱出した。最初期に製造されたモビルスーツでありながらガンダムは、モビルスーツ130機以上、戦艦15機以上、モビルアーマー5機以上を撃破する大戦果を上げた。